Olá pessoal, eu sou a Fuji e venho do Japão。今日はパラナ州にある有名な州立公園に来ています。最初はメインの一箇所で写真を撮って終わりかなって思っていたら、そこには無数の岩がそびえ立つ圧巻の景色が。まるで昔の日本のテレビ番組世界不思議発見のロケに来たような気分でした。このチャンネルでは去年ブラジルへとついできた日本人の私が体験しているブラジルでの日々の驚きや気づき、おすすめスポットなどを毎週土曜日に配信しています。気に入ってもらえたらいいねとチャンネル登録で応援してもらえると励みになります。ブラジルライフというわけで今回はパラナ州の州立公園パークビラベーリャに向かっています。クリチバの中心地から西へ車で約1時間の距離にあり、日帰りで行くのにちょうどいい距離です。ちなみにこのままずっとまっすぐ10時間ほど走ると、有名なイグアスの滝に行けるみたいです。そちらも近いうちにぜひ訪れたいなと思っています。ハイウェイの料金所は計2カ所。ブラジルではあんまり ETC が一般的ではないみたいで、クレジットか現金で払う人が多い印象です。どうやら ETC は月額利用料がかかるらしく、仕事や旅行でしょっちゅうハイウェイを走る人が利用するそうです。基本曇り空が多いクリチバですが、車を走らせていくうちにみるみる快晴に。やっぱり公園とか自然を満喫する日は空の色ってかなり大事ですね。雲一つない真っ青な空を見るだけでテンションが上がってきます。車を走らせること約1時間。ようやく公園が見えてきました。ゲートをくぐると広々とした駐車場があります。かなり整備されている施設のようで、道順がとっても分かりやすくて歩きやすいです。ここがセンターみたいな施設で、お土産やレストラン、バスもここから出発していて、それぞれのポイントにアクセスできるみたいです。このマシーンでチケットを購入。レシートと引き換えに受付でリストバンドをもらったら準備完了です。このパークには大きく分けて3つのメインスポットがあって、アレニトスと呼ばれる岩のエリア、透き通る湖が見れるラゴアドーラダ、そして深い地割れの底にできた大きな洞窟ブルナスです。まずはここから徒歩でも行ける岩のエリアアレニトスから回りたいと思います。どうやらヘビが出るらしいです。ちょっと怖いですが、足元に注意しつつ丘の上を目指します。あんな看板を見たらちょっとした草が揺れる音にもビクッと反応しちゃいますね。実際にヘビに遭遇したらどう対処するのが正解なんでしょうか。そんなことを考えながら歩くこと15分。遠くにそびえ立つ巨大な岩が少しずつ姿を現しました。最初はただの岩の塊に見えたのに、近づけば近づくほどその形や大きさがはっきりしてきて、気づけば目の前に立ちはだかる壁のよう。自然の彫刻とは思えないほど整ったシルエットで、テーマパークに飛び込んできたみたいです。何百年何千年も雨風に耐えてきた表面の質感に思わず見入ってしまいます。さらに進んで真下に立ってみると、そのスケールは想像以上。首を思いっきり反り返してもてっぺんまで一度に見渡せなくて、まるで空に吸い込まれていくような感覚になります。正直ビデオでどこまで伝わるか分かりませんが、実際にこの場に立つと、ただ大きいという言葉だけでは表現しきれない迫力と存在感に圧倒されます。自然が何百万年という時間をかけて作り上げた力強さを全身で浴びるような体験でした。どうやらここはまだ入り口の一部に過ぎず、この後もこの壮大な風景がずっと続くそうです。後から時間を確認しましたが、一周回るのに約2時間ほどかかりました。不思議な岩の間を歩いていると、まるで巨大な迷路に迷い込んだような感覚になります。どこを見てもスケールが大きすぎて、自分がとても小さく感じる瞬間です。でもその圧倒的な迫力とは対照的に、辺りはとても静か。耳を澄ますと聞こえてくるのは風が抜けていく音と鳥たちのさえずりだけ。
そのシンプルな自然の音がかえってこの風景の神秘さを際立たせています。まるで時間が止まったような空間の中で立ち止まって深呼吸すると、日常から遠く離れた別世界に来たような気分になります。そして歩くたびに新しい形の岩が現れて、その度に次はどんな景色が待ってるんだろうとワクワクが止まりません。カメラを回しながらもつい自分の目でしっかり焼き付けておきたい、そんな特別な風景です。道がしっかり舗装されているので、アウトドアが苦手な人でも安心して歩けます。面白かったのがユニークな案内板の数々。いろんな不思議な形をした岩を動物に例えて紹介されていました。例えばこちらはライオン、そしてこちらはラクダ、続いてカタツムリ、ゴリラ、クマ、ゾウ、恐竜。まるで岩の動物園のようです。子供から大人まで楽しめそうですね。中にはこんな面白いものも。ちなみにパーク内には本物の動物もいるそうです。狼みたいなのもいるって聞いたので、ちょっとドキドキしてます。確かに歩いてると茂みからカサカサっと何かが動いてるような音が時々聞こえてきました。どうやらこの先に一番の見どころ、杯型の岩が待っているそうです。歩きながら本当にあの形をしてるのかな、写真で見たのと同じように見えるのかなと胸が高鳴ります。そして道の先に現れたその姿を目にした瞬間、まさに写真で見たあのシルエットそのまま。空に向かって置かれた巨大なワイングラスのようにすっと立ちはだかるその姿に思わずわーっと声が漏れてしまいます。自然の力だけで作られたユニークなシルエット。何百万年の時を経て今も堂々と立ち続けるその姿はまさに公園のシンボル。近くには写真撮影用のスポットも整えられていて、訪れた人みんなが記念に1枚撮れるようになっています。というわけで私たちも記念に1枚。ここまで来るとそろそろ折り返し地点で、来た道と反対側をぐるっと回ってまた別の景色を楽しみながら出発地点へ戻ります。正直こんなに大きいスケールを想像してなかったので、予想以上に時間が経ってしまいお腹がペコペコです。おにぎり作ってきて持ってきたらよかったなぁと後悔してます。さてセンターに戻ってレストランでお昼ご飯にしようと思います。公園の中にはボスケというレストランがあって、散策の合間に立ち寄るのにぴったりです。木々に囲まれた開放的な空間で、そよ風や鳥の声を感じながら食事が楽しめる、とても居心地のいいレストラン。このレストランでは石で焼いたシュラスコが名物らしいんですが、さすがは観光地。なかなかいいお値段だったので今回はお預け。代わりに食べ放題のフェージョン、サラダ、ポレンタを注文。でもこれが大正解。ここのポレンタがふわっとホクホクで本当に驚きの美味しさでした。今まで食べてきたポレンタは一体何だったんだろうって思うぐらい、口に入れた瞬間全然別物でした。観光地のレストランだから正直そこまで期待はしてなかったんですが、まさかここでポレンタの魅力に目覚めるとは思いもしませんでした。思わぬ発見も旅の楽しみの一つですね。ブラジルライフ。さてお腹いっぱいになったところでデザートのアイスを買って次の場所を目指します。残りの2つのスポットは少し離れた場所にあるので、公園内のシャトルバスで移動します。ビデオだと揺れが伝わりにくいですが、かなりガッタガタに揺れてて、なんかのアトラクションのような体験です。
そんな揺れを楽しみながらたどり着いた先に広がっているのが透き通った湖ラゴダ・ドーラーダです。日本語で黄金の湖と呼ばれるこの場所は、その名の通り太陽の光が湖面に反射すると水が黄金色に輝いて見えるそうです。この日は時間帯的にまだ夕日の前だったので黄金には見えませんでしたが、それでも十分綺麗でした。湖は楕円形で最大200メートルほどの広さ。水は地下から湧き出ていて、天然のフィルターでろ過されているためとても透明。まるで大きな水槽みたいにたくさんの魚が泳いでいました。さて、最後にやってきたのはフルナスと呼ばれる洞窟のエリアです。長い年月をかけて地盤が崩れ落ちてできた巨大な穴で、その底には神秘的な水が溜まっています。ただ、私たちが訪れたのは午後4時頃。太陽が低くなり始めていた時間帯だったので、水面は光を反射せずに黒い水たまりのようにしか見えませんでした。少し残念でしたが、それでも不思議な雰囲気に包まれた光景に見入ってしまいました。ここは真昼の太陽が高く差し込む時間帯に来ると、エメラルドグリーンの水がはっきりと見えてとても美しいそうです。やっぱりこういう自然のアトラクションは天候とか時間帯がとても大事ですね。そして思わず頭に浮かんだのはジブリの風の谷のナウシカのワンシーン。まるで異世界に迷い込んだかのような幻想的で少し怖さもある独特な雰囲気を感じました。このランバリっていう魚、小アジに似てるらしくて、ずっと魚屋さんで探しててなかなか見つけられずにいたんですが、まさかこんなところにいたとは。ちなみにこのフルナスにはジップラインのようなアトラクションもあって、なんと巨大な穴の真上を飛ぶことができます。ジップラインって未だに体験したことがないんですが、いつかやってみたいなと思います。ブラジルライフ。というわけで、お昼前に公園に到着してから約5時間の滞在。想像以上のスケールで、気づけばあっという間に時間が過ぎていました。これまでクリチバのいろんな公園や観光スポットを巡ってきましたが、やっぱり自然が作り出したものって別格ですね。巨大な岩を見上げたり、透き通る湖を眺めていると、体の中にエネルギーがチャージされるみたいな感覚になります。ブラジルに来てまだ1年半、行った観光スポットもまだ限られていますが、今のところ私の中でナンバーワンになりました。自然の迫力と静けさ、そしてちょっとした遊び心まで五感で楽しめる、そんな場所でした。さて、次はどこへ行こうかなと今からワクワクします。きっとこれを見ているブラジルの方たちは、もっとすごいところあるよとうずうずしてる人たちがたくさんいると思うので、ぜひまたコメント欄で教えてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけた方は、いいねとチャンネル登録で応援してもらえると、また次の動画のモチベーションにつながります。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。チャオチャオ。